全ては君の判断次第だ。僕もそれを尊重する。もしも手に余るようなら再び眠らせるか別の場所に預けてもいい。俺はドクターが決めるなら何だっていいよ。だってドクターが来なければずっとあそこで寝てたんでしょ。それがこうやって起きられて楽しいことできたし。だからこの後で何があっても大丈夫だよ。そうですね。何を選ぶにせよ僕らは君の判断に従います。俺たちに構わず決めてくれ。また引っ込めって言うんならどこかで寝るだけだ。僕もそれでいいや。わかった。じゃあ差し当たり住む場所かな。重機登録がされていないアンドロイドをどこに置く？この家は僕の家だね。おお、何そのポーズ。土下座というやつでは？いいよ。もちろん。というか僕も最初からそのつもりだったしね。ごめんね。ちょっとだけ君の覚悟を試させてもらったよ。部屋は有り余ってる。みんな好きに使ってくれて構わないよ。ただし条件がある。僕がいない間も引き続き留守を守ること。決めたからには4人の面倒をしっかり見ること。いいね。よし、決まりだね。あ、そうだ。ラボの一室に機材のない空き部屋があるんだけど、バベルに挑戦するためのレッスンルームとしても使えると思う。君たちの好きにしてくれていいよ。本当？やったー！ありがとう先生。なんか楽しそうなことになってきたね。どうする？パーティー？親睦会というわけですね。いいと思います。僕スリープしてていい？ったくしょうがねえな。どうして？こういう時ってパーッとお祝いするんじゃないの？俺ダンス踊るよ。ぐるぐるぐるってせからしかー。おっ、やあエリザ、ただいま。お帰りなさいませ、エソラ博士。しかし帰ってきたかと思えばあれやこれやと大騒ぎしてシステム管理に支障が出るレベルです。もう少し静かにしてもらいたいものですね。誰？女の人透けてる。はじめまして、エソラ博士の専属アシスタント AI エリザと申します。電子機器及び家電製品の完成などこの家に関することを一手に引き受けていますが、それにしてもお話は聞かせてもらいました。私としましてもこの家の主であるエソラ博士の決定に従います。しかし素性不明のアンドロイドを4体も引き取ってしまうなどとはいささか軽率なのではありませんか？技術者として未熟なあなたが急に4体ものアンドロイドを一手に引き受けられますか？充電、学習、日々のメンテナンス、かかるコストは決して軽視できません。犬や猫を保護するのとは違うのですよ。あいつら仲悪いのか？いつもあんな感じだから逆にいいのかもしれないね。エリザ、その辺にしておいてあげて。彼だって軽い気持ちでみんなを引き取ると決めたわけじゃないよ。どうしても足りない部分は僕と君で補ってあげればいいさ。まったく博士は人が良すぎます。
いいですね。博士のご厚意を無駄にしてはいけませんよ。それと彼らを見つけて再起動させたのはあなただと言いましたね。質問ですが、一体どうやって起動させることができたのですか？でしょうね。お気になさらず、あなたの記憶力に期待した私が間違っていただけの話です。なんかドクター楽しそうだね。嬉しそうですね、博士。広いばかりの家だからね。賑やかになるのは嬉しいよ。賑やかすぎて業務に支障が出ないか危惧されるところですが、ともかく皆さん、エソラ博士に何か言うことがあるのでは？よろしくお願いします。悪いが世話になる。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ただいまだよ。え？たった今からここは君たちの家だ。だからただいまでいいんだよ。ただいま。そっか、家に帰るときはただいまでいいんだね。ただいまドクター、エソラ先生、エリサ。ただいまか。ただいま帰りました。ただいま。おかえりみんな。これからもよろしくね。